こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川です。今日は前回動画でコラボさせてもらいました後藤ライフクリエーションさんの、後藤さんにまたお越しいただきまして、事業の大先輩ということでいろいろお話を聞きたいなと。いつもとちょっとテイストが全然違うんですけど、今回初コラボということもありましたのでやっていきたいなと思います。後藤さんどうぞよろしくお願いいたします。後藤ライフクリエーション後藤です。ありがとうございます。じゃあまず簡単に自己紹介だけしていただいていいですか？はい。京都で福祉用具の対応事業を10年やっております後藤ライフクリエーションの代表の後藤と申します。ヤシの木チャンネルさんと同じようにですね、 YouTube で福祉用具屋さんチャンネルっていう福祉用具業界に特化したチャンネルをやっております。はい、よろしくお願いします。はい。そのチャンネルでね、前回コラボさせていただいて、ね、はい、僕らの方のチャンネルの方ではいろんな福祉用具を教えていただいたり、後藤さんの YouTube の方では僕が技術指導をさせていただくっていう。あれ難しかったっすよ。難しかったですよ。難しかった。いや、いとも簡単にされてましたけど。いや92キロはやっぱ重いです92キロはどんだけコツがあっても実質的な重さはなかなか消せないので、そこは技術がカバーする部分もあるし、福祉用具がより活躍するところですよね。そうですね、はい、いやでも勉強できてよかったなと思います。実際やっぱああいうシーンありますからね。こちらこそ本当勉強させていただきました。はい。後藤さんのところってこちらにも書いてるんですけど、はい、スポーツと福祉の融合っていうことなんですけど、それってどういうことなのかなって。なるほど、はい、一応コンセプトがスポーツと福祉の融合って言って、スポーツという媒体を使って介護業界を明るくしたいとか、予防介護しましょうとか健康寿命を伸ばしましょうっていうのがことの発端なんですね。なるほど。どんな福祉用具屋さんがあるかわかんないですけど、スーツで回っておられたりとか、結構見かけますね。ありますよね。シャツでピシッとされてるところもあると思うんですけど、僕らはこれが制服なんですよ。かっこいいですよね。やっぱ僕ら結構汗かく仕事だったりしますし、トイレも触るし、ベッドの下も潜ることがあるので、洗いやすかったり、抗菌口臭の素材のものを使ったりですとか、あとやっぱ言うても利用者さんとやっぱ接することが多いので、やっぱ明るいイメージを持って接せれるかなと。確かに。スーツだったらね、よしあしもちろんあるとは思うんですけど、ちょっと距離が生まれそうな気もせんでもないですよね。そうですね。なんかスーツでピンポーンって高齢者のお家に行くのに抵抗を持つ方も中にはおられたりとかするんですよね。本当今時なスポーティーな感じでかっこいいですよね。そうですね。ちょっとこのスポーツと福祉の融合でこだわってるといえば、ここの事務所とかもそうなんですけど、もう階段潰してボルダリングにしてみたりとか、消防署みたいな登り棒みたいなの作ってみたりとか、そんなんしてるんですけど、でもやっぱりこのコンセプトを掲げることによって、スポーツマンの従業員が結構増えたっていう。むちゃありがたいですね。それはでもいいことですよね。いいことですね。こういう介護業界でスポーツ上がりの人って、理学療法士とかって結構多いんですけど、福祉用具屋さんってあまり聞かなかったりもするので、そういう点ではなんかいろんな目線が入ってきそうで面白いな。いや、そうですね。このコンセプトにして今のところ良かったなとは思ってます。なんで福祉用具を始めたというか、福祉用具の良さっていうのってどういったところにあるんですか？もともとうち実家がスポーツ用品店なんですよ。そうなんですね。京都にあるスポーツ用品店で、僕はもともと独立心があって何か事業を立ち上げたいなと思ってて、スポーツ用品店となんか絡めた事業をやりたいなって思ってた時に、結構高齢者の方ってリハビリグッズとか、あとノルディックウォークとかでありますよね。ああいうので結構スポーツ用品店でいろいろ顔張る方が多いんですよね。ってなった時に、今スポーツできてる方がもしかしたら将来的に何かあってスポーツができなくなった、でもやっぱスポーツに触れたいみたいな、そこの延長線上で福祉用具って面白そうって思ったのがきっかけではありますね。なるほど。本当に福祉用具が一つあるだけで、今まで歩けなかった人が歩けるようになったりとか、本当に自立支援ってところでつながってきますもんね。そうですね。なんかこれちょっとおこがましいんですけど、福祉用具屋さんってなんか魔法使いみたいな感じがして、例えば立ち座りがちょっと難しい方に手すりを持っていきました。その手すりを持つことで安全に負担が少ない立ち座りができるようになるとか、なかなか歩くのが難しい方に対して歩行器とか車椅子を持っていくことによって、その時にもう外に出れるようになるみたいな、一瞬でできないをできるにする魔法使いみたいな感じやったらええなって思ったんですけど、で実際でもこう仕事してみたら、やっぱそういうふうにありがとうって言ってもらえて、これで助かったわ、出れるようになったわって言ってもらえることが多かったんで、
いやめちゃやりがいある仕事やなと思います。いやそうです。ドラえもん的な感じですよね。ドラえもん的な感じです。そう困ったら道具が。ドラえもんみたいな。で本当にそんな感じなんですよね。なんかこれで困ってるんやけどなんとかならんみたいな相談が結構あって、あそれやったらこれありますよみたいなっていうのが提案できるっていうのは楽しいなと思いますね。いやそこは僕らにはできないところなので、いや本当に勉強になるなってこの前の動画の中でも思いましたし、これからも勉強させていただきたいとありがとうございます。まあうち今訪問看護と、まあ一部福祉用具もさせてもらってるんですけど、その訪問看護とか訪問介護とか訪問系ってたくさんあるとは思うんですね。そうですね。はい。その福祉用具っていう立ち位置、他の訪問サービスとの違いっていうのはどんなところなんですか？そうですね。一番違うのは、エリアがめちゃくちゃ広いっていうことですね。例えばヘルパーさんにしても訪韓さんにしてもやっぱり地域密着でされてるケースがあると思うんですけど、例えばうちであれば京都市全域なんですよね。うち上京区っていうところに事業所があるんですけど、その、京都の真ん中の方ではあるんですけど半径1時間以内は全部行くみたいな。半径1時間半径1時間だからまあまあ幅広いと思いますね。じゃあ広いからなんやねんっていう話なんですけど、広いといろんな市区町村の情報が入ってくるんですよ。例えば森口に訪韓あるじゃないですか。行ってどの辺ですか？門真とかその辺ですか？訪韓で行くのであれば遠くても30分ですかね、バイクで。なるほど。なかなか行かないです、30分は。そうですよね。ってなるとその半径30分圏域の地域の情報が多分手に入ると思うんですけれども、僕らはもう京都市中の情報が手に入る。なるほど。っていうのはやっぱ大きいなっていうのと、あと訪韓さんだと利用者さんは何人まで持てるんですか？いや特に決まりはないです。利用者さんは決まりないんですか？言い方悪いですけど回せるだけ回せるですね。福祉用具に関しても上限がないんですよ。でヘルパーステーションとかは1人査席に対して何人までとか利用者の数利用者の数が決まったりとか、デイサービスもそうですよね。デイサービスの面積によって何人までとか、もちろんケアマネさんも何人までとかっていうふうに決まってたりするんですけど、福祉用具って極端な話1人で1000人の利用者持ちますっていうこともいいサービスがちゃんとできてればですけどできるとなった時にいろんなケーススタディが勉強できるっていう、何が言いたいかというと、情報が多いっていうことかなっていうのが僕は非常にいいなと思ってて、訪韓もその上限ないって言えばないんですけど、ただ1日に回れる件数は決まってくるので、時間的な制約でそこは福祉用具ないですもんね。ないですね。確かに大きい。なのでそうですね、その辺は他の訪問系と違うかなと思いますし、あとは仕入れがあるっていうところとか、福祉用具屋さんって営利目的強いよねとかってもしかしたら思ってはる人いるかもしれませんけど、残念ながらそこはちょっと仕入れのことがあったりですとか、福祉用具を提供してるだけではなくて、それ以外のプラスアルファをいろいろやってたりとかすることがあるので、どうしても介護業界を相手にしてる一般企業みたいな僕はイメージでいてますかね。確かにそこで言うと全然違う感じはしますよね。福祉用具屋さんってたくさん事業所あると思うんですけど、どこで借りてもいいやん、変な話ね。うちも福祉用具やってますけど、どこで借りても同じなのかなっていう印象があるのはあるんですよね。そこ差別化的なところって後藤さんのところはどういうふうな？なるほど。確かにどこで借りても同じ商品が来ますよと。で値段も1割負担やから、そう変わんないですよみたいな。数十円の世界ですもんね。数十円の世界。変わっても。で、どこもすぐ持ってきますって言って、別に明日持ってきてくれるじゃないですか。確かに商品だけで言うと多分そんな差はないと思ってます。ただ結局はその提供する人ですよね。誰が提供するのっていう部分であったりとか、会社としての強みであったりですとか、そのあたりが違うんじゃないかなと思ってます。例えばじゃあ車椅子を持ってきてくれましたよと。車椅子の説明、片方は使い方の説明を説明書通りにしてくれる。でもこっちの福祉用具屋さんはちゃんとポイントを押さえてしっかりと見せながらパフォーマンスをしながら説明してくれるっていうところで、やっぱ利用者さんとか家族さんの理解の仕方っていうのは違ったりしますし、どちらかというと福祉用具の仕事って安全を届けるだけではなくて、安心と安全を届けると思ってて。なるほど。
特にその安心が先に来てるのは、はい、商品ってどっから仕入れても一緒なんですけど、でもじゃあ僕たちの喋り方とか知識とか資格とか立ち居振る舞いとか対応力であったりとかで、お客さんって安心できるかできないかっていうのは変わると思うんですよね。信頼しやすいですよね。そうですね。もうどこの福祉屋さんも頑張っておられると思うんですけど、そういったお客さんに安心してもらうためにいかに見せるか、いかにパフォーマンスするかっていうところを僕らは差別化としてるっていう。そこはだから人材教育ってところも力入れてるところになってくるんですかね。だからもともと僕が YouTube を始めたのも、社内の研修用の動画を作ってたんですよ。でそしたらよその会社さんが見せてほしいみたいになって、ほんならもういっぺん公開しようかって言って公開したら評判良かったんで、ほんならちょっと作ってみようかみたいな感じになったのがきっかけではあります。なるほど。それが YouTube を始めたきっかけ。そうですね。福祉用具をこういざじゃあ借りたいってなった時にどこにどう相談したらいいんですか？皆さんの地域の中にも福祉用具屋さんってあると思うんですけど、でも福祉用具屋さんってお店構えてるとこまあまあ少ないんですよ。そうですね。まあでっかい看板たまに見かけますけどね。ありますけどね。だからそういう分かりやすいところはいいと思うんですけど、例えば車椅子を買いに行くってなった時にどこに介護ショップあるんやろうとか。パッとやっぱ思いつかない方結構多いと思うんですね。多いと思います。なのでそういう場合は絶対地域に一つある地域包括支援センターっていうところとか、ケアマネージャーさんがおられる居宅介護支援事業所っていうところにお問い合わせをされるといいかなと思うんですけど、あとはもうネットですよね。ネットで調べると全国で5000社7000事業所福祉用具屋さんってあるので、なるほど。なのでもう近くどっかしらあると思いますね。今ネットって聞いてパッと思ったのがネットで買ってしまうとか、あと港南とかにも売ってると思うんですよ。杖とか、ああいうのも買ってしまうとかあると思うんですよね。そうじゃなくて、まずは福祉用具屋さんであったりケアマネさんと一回相談するってことが大事ですよね。はい、そうですね。介護保険の使える商品と使えない商品っていうのがあったりするんですね。例えばホームセンターでシャワーチェアってお風呂の椅子買っちゃいましたみたいな。実はこれって後で介護保険使えるやんってなった時に、いやいややっぱこれ返品します、介護保険使わせてくださいはやっぱできないんですよね。もし福祉用具というものを購入検討される時には地域の福祉用具屋さんに一遍聞いてみられるのも一つかなと思います。多分どこの福祉用具屋さんも商売ですから、物は売りたいとは思ってるんですけど、必要ないものを売るっていうことは多分しないし、損得よりもやっぱ善悪が強いと思うんですよね。言うてもやっぱ介護福祉の事業所ですから、なので最適な商品を教えてくれるんじゃないかなとは思いますけどね。でも港南とかで買うよりもアフターフォローがあったりとか、それこそ商品の説明が丁寧にされるとかっていうところもありますもんね。そうですね。安く買えるとかもそうですけど。結構個人的におすすめなのはその福祉用具屋さんとお話しするときに悩み事を相談してほしいんですよ。それは福祉用具関係なくこういうので困ってるんですけどなんかいいのないですかねみたいな、そういう感じで、そんな感じでいいと思ってて、ネットがすごく発達してるから、もうこの商品欲しいんですって言って来られる方ってたまにいはるんですね。でもようようその使用用途を聞いてみると、いやこれよりもこっちの方がいいですよみたいな。とか実際こっちの方が結果的に安いですよとか。提案力ってところですよね。そうですね。なのでざっくりでいいのでお困りごとを相談していただいて、その中で一応僕らはプロと言われる福祉用具屋さんで、それなりの知識を兼ね揃えてると思っているので、皆さんに最適なものを提案できるんじゃないかなと思っております。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、僕たちも福祉用具っていうのをやってるんですけど、今後この福祉用業界、未来じゃないですけど、どういった形になっていくんですかね。ぜひ教えていただきたいそうですね。僕は日本の福祉用具って世界で一番発展してると思うんですよ。やはりその介護って言われたら北欧系とかデンマークとかノルウェーとかそっちの方とかのイメージがあるかもしれませんけど、でも高齢化率が世界一高いのはやっぱり日本なんですよね。そうですね。で日本のものづくりのトップランナーのメーカーさんたちがですね、いろいろ試行錯誤をしてですね、福祉用具を作っておられると思うんです。なので今後未来は福祉用具っていうのをどんどん輸出できるような未来が来るんじゃないかなとは思ってます。なるほど。結構展示会とか行くと海外のメーカーさんも来られてるじゃないですか。今後は日本のメーカーさんとかが海外の展示会に出展していく。もうすでに出展してますからね。電動の車椅子のウィルとかっていうのもあれも日本製ですからね。あれがもう世界中で今広まってたりしますし、かっこいいやつですよね。なのでそういうのが輸出して、この日本のまた
国の力をね、世界に見せつけてやればいいなとも思う反面、今問題になってるのが高齢者が増えていって介護保険を使う人がどんどん増えていって、財源がないから、そうですね、どんどん福祉用具も財源絞られてたりするんですよね。となるとやっぱやっていけないっていう福祉用具屋さんが出てきてるっていうのも事実なので、そこのバランスですよね。そこ本当課題ですよね、今後のね、課題なので、やっぱり言い方悪いですけど、いいサービスするところにはやっぱ残ってほしいですし、そうじゃないところはなくなってしまっても仕方ないのかなとは思ってます。なので僕たちはいいサービスをするために頑張ってるつもりではあるのでね、近くの福祉用具屋さんにいろいろ聞いていただいて、いいサービスをしてくれる福祉用具屋さんを応援してもらいたいなと思っております。僕たちも応援してください。そうですね。いやでもヤシの木さんとか技術力を持ってすればですね、どこから商品借りても同じ商品が来るんやったら、じゃあヤシの木さんみたいな技術を持ってる人にやっぱ教えてもらいたいっていう利用者さんはたくさんいはると思います、ね。なるほどね。そのためにも YouTube をこうやって頑張ってね、広めていけたらなと思うので、ぜひ今後ともそうですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はこういう形で新しい企画としてさせてもらったんで、また今後もね、何かコラボできるようなことがあれば、ぜひよろしくお願いいたします。面白い福祉用具を紹介します。ぜひお願いします。後藤さんの方のチャンネルで、僕のことを根掘り葉掘り聞いてくださるということなので、何聞いてやろうかなと思ってますけど、もし興味のある方がいらっしゃいましたらね、そちらのチャンネルで見ていただけたらなと思いますので、概要欄であったり、動画リンク貼っておきますので、ぜひ見てください。ということで、今日は後藤ライフクリエーションさんと、コラボ対談ということで、後藤さんのことであったり、あと福祉用具のことをたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもね、介護技術を中心に動画撮影していきますので、ぜひチャンネル登録、応援をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。